Question 6. That was 7.激走戦隊カーレンジャーを見たからです。そうですね、まず最初に見た時にエンディングが流れ、それは本当にたまたま見ただけなんですけど、家でテレビで。そしたら歌詞が変だったので、来週ちゃんと見てみようと思って次の週ちゃんと見たらものすごい面白くて、これを作る人になりたいと思って、もう作る方しか全然考えなかったんですけどね。そこからそうですね、もうちょうど高校2年の夏とかに見て、ちょうど受験を考えなきゃいけない時期だったんですけど、もうこれを作れる方の大学を選ぼうとか、そういう感じで。まあでも実は私国語と英語はすごく成績が良かったんですけど、社会が全然できなくて、そうすると私立の文系に行くにもちょっと学力が足りなくて、で私が行こうと狙った大学が国語と英語だけで行けたので、よしじゃあちょうどいいと思っていうのもありますね。特撮っていうか、そうです、この戦隊ものを作りたいってすごい思いました。他はだから私別にマニアでも実はなくて、あんまり見てなくて、ちっちゃい頃に普通に見てて、その後は全然見てなかったですし、なんか当時は仮面ライダーとかやってませんでしたけど、それやり始めてからも別に仮面ライダー見たりとかウルトラマン見たりとかしてたわけではなくて、本当にただただカーレンジャーっていう戦隊が好きになってっていう感じです。最初の現場が私ガオレンジャーだったんですけども、ガオホワイトの中身が男性だったことがびっくりしました。ハチスカさんを初めて見て、すごいしなやかですごい綺麗で、なんかちょっとした仕草がすごい綺麗なのに男性だったので、実はそこが一番びっくりしましたね。他のとこはもう想像も何もって感じで、何も知らないまんま言ってるんで、あ、こういうものなのかなっていう感じではやってたんですけど、私は本当に女型っていうのを初めて見てびっくりしましたね。感動しました。あとロボットをつけるのがすげえ大変っていうのがもありますね。ロボットは大変です。で、その初めてのガオレンジャーの現場というのはどういうお仕事をされもう最初から私は助監督で使わさせていただいたので、助監督ってこう4人、その当時は4人いて、チーフがスケジュール管理、セカンドがメイク、衣装、役者周り、サードが小道具関係をやって、カチンコやったりするんですけども、その下ですね、もう本当に見習いから入って、そうですね、怒られることしかなかったですね。最初のうちは何やっても怒られてて、本当に失敗も何もって感じですね。なんかもうカチンコ1個入れるのにも怒られますし、なんか何やっても怒られてた記憶しかないですね。これといって大失敗みたいなのは、着ぐるみを忘れたことがありまして結構ちょこちょこはあるんですよ。なんか一応朝小道具さんのところに行って怪獣の一式一式とか全部チェックしてトラックに積んで出かけるんですけど、ハリケンジャーの夏の映画の時に島っていうか結構遠くに行ったんですけど、そのなんか4時間とかかかる車の中でなんかヒザール忘れたような気がするって思って、で着いてトラック開けたらボディがなくて、でもう大変で、その時は後発便つって後から何時間か後か次の日にジャックさんの便があったんですよ。そのバスに無理やり積んできてもらって武田アクション監督に怒られましたけど、それは一番大きい忘れ物ですね。やっぱり撮影がずっと大変すぎてというか、もう結構現場に追われて
でまあ本当にやめたいこともだいぶあったんですけど、なんかね、デカレンジャーの時にあゆみちゃんがジャスミンが年賀状に女の子の助監督さんがいてくれてすごい助かりましたっていうこと書いてくれたんですよ。なんかそれでなんか頑張ろうってすごい思って、なんかその後も結構メレちゃんとかなんかちょいちょい結構女の子のキャストになんかいてくれて助かったよみたいなこと言われると、やっぱちょっといてよかったなっていうのは、それで頑張れたっていうのはありますね。特撮の名言、はい、私本当カーレンジャーバカなので、私はあんまりなんだろう、私に悪いやつほど名刺を渡したがるっていう VRV マスターのセリフがずっと頭に残ってるので名刺を持ってます。あとはあんまどうだろう、あんま分かんないですね、名言。ボカレの監督は私は結構ちょっとねいい子みたいに聞こえるかもしれないですけど、それぞれがやっぱりすごい尊敬するとこ、好きなところがあってですね、そうですね、だからなんか全部私はこういろんな監督とやらせてきていただいたので、全部の監督のいいところをひっくるめた人になりたいとは思ってて、結構そうそれぞれにすごい尊敬するところがあるので、でも一番なりたいのは私は坂本太郎さんみたいな監督になりたいです。総合するとカレンジャーの影響が。まあそれもありますし、やっぱり現場を一緒にやらせていただいた感じとかで、なんか役者にこう、まあ、役者だけじゃないんですけど、結構みんなに任せるよみたいな結構スタンスなんですけど、すごい味、やっぱり坂本太郎組の味がすごいあるじゃないですか。なんかそういうのがすごいなって思うんですけどね。じゃあ荒川監督も結構その役者さんに任せるような感じなんですか？そうです。特に今回とかこの回の V シネとかは、みんなの方が特急ジャンをよく知ってるので、まあ、その自分たちなりにやっぱ10年ね、あれから10年普通に過ごしてきたっていうのもあるだろうし、で子供たちも子供たちでもう自分たちのキャラクター像をしっかり持ってるので、まあ、なんか大体、まあ、台本なりとか、まあ、お芝居をこういう感じにしてほしいなっていうのはあるんですけど、なんかやってみてもらって、なんか嫌だったら言うけど、大体もうみんな「ああそうなるよね特急ジャーならね」みたいな感じだったんで、結構お任せでしたね。びっくりしかなくてですね、そのちょっと前にその子供雑誌の付録の DVD を撮らせていただいて、でその後私は普通に戦隊のその後、まあ、本編の例えばまあ総集編なりの監督をさせていただいて、で本編を撮れるものだと思ってたんですよ。まあ、それがその年なのか来年なのかわからないにしても、そしたら仮面ライダーに行けって言われて、その DVD おまけの DVD 撮った後仮面ライダーにしばらくついてて、でなんかとりあえず2組ついてろって言われたんですけど、その後も私に2組終わった後何やるんですかねって言ったら分からないって言われてて、でどうしようかなと思ってた時にロケから帰ってくるバスの中で宇都宮さんから電話かかってきて「ちょっと特急ジャーの V シネやることになったんだけどやる?」って言われて、でも私普通にチーフでつけっていう意味だと思ったんで「ああいいですよ」とか言ってたら「いやいや監督だよ」って言うから「ええー!」ってなってびっくりしてっていう感じでしたね。身長は私だから、戦隊の監督というか、まあ、戦隊ものを作る人になりたくてもう何年ですか、ガオレンジャーの十何年前から現場やってて、でもずっと本当もうやめようかなって思う時が何回も何回もあったんですけど、まあ、なんとかちょっとねセカンドに上がったりとかして周りが見えるようになってきて、それからは今女の人で監督を戦隊の監督をやった人がいないから、とりあえずそれだけ目指そうと思って、そっからはもうなんか意地でずっと続けてきてたんで、でもいざやれたとなったらなんかあんまり実感がないというかなんかなんかふわふわしてるというか、なんか
不思議な感じではありますけど、っていうなんかあんまりやったぜって感じでもなく、まあでもありがとうございますっていう感じです。特急ジャー自体が大人はもうイマジネーションがなくなって、まあ、見えないっていうのがもともとの前提の話だったので、ということは、まあ、ライトたちも大人になっちゃったらイマジネーションがなくなっちゃうのではないかと。でまあ普通に多分生活してたら、まあ、いろんなことがあってなんかね就職とか恋愛とか、まあ、いろいろ挫折することとかもあって、やっぱそういうので自然にイマジネーションがなくなっちゃってるんじゃないかっていうところから始まって、まあ、でもイマジネーションってなんか大人になったからなくなっちゃうってものじゃないし、何度でも取り戻せるし、でしかもそれはなんか大きいきっかけがあって取り戻すとかじゃなくて、本当に些細なことで子供がなんとなく言った一言でふっと取り戻したとか、で逆に大人はなんか子供は自分たちも大人になったらイマジネーションなくなっちゃうのかなって思ってたけど、なんかそうでもなさそうだぞっていう風に、なんかそういう風ななんかいい話になるようにっていうので作ったんですけど、なんかそこら辺ですね。お気に入りのシーンは実はどこもかしこもなんですけど、まあ、実は話が全体的に地味なので、なんかどうにか飽きないようにっていうので結構全部のシーンに小ネタと言っちゃなんですけどもう普通にやったらやっぱ子供なり見てて飽きちゃうんじゃないかなと思っていろいろやってはみたんですよ。でなんか最初本当トカッチがかっこいいリーゼントで眼鏡もなくってただのイケメンで出てくるところも出落ち的な面白さを狙ってるんですけど、で、まあ、それをその後坂道を無駄に転がしたりとかミオちゃんにもしゃもしゃされたりしてるうちに崩れていってトカッチに戻るっていうのもやりたくてそういうのにしてみたりとか、まあ、あと教室のシーンで押川さんに出てもらったりとか。もう浪川さんを顔出しで使ったりとか、まあ本当それこそ7号とかもそうですし、子供特急ジャーのアクションも面白いですし、なんか結構見どころっていうか結構全部のシーンでお気に入りがありますっていう感じで、それぞれ好きなところを見てくださいっていうのが一番なんですけど、ただ私が本当にもう本直しの時とかもそれいらないだろうって言われたけど絶対残してくださいって言ったのが1号と子供のライトが一緒に歩いて一緒にお芝居をするっていうシーンは絶対やりたくて、レッドと子供っていうのがやりたくてやったところなので、まあ、そこは見ていただけたら嬉しいですね。あんまりそこも考えてはなかったんですけど、まあ、V シネやるよってなって、まあ、何がやりたいっていう話から始まって、で結構今までの V シネっていう、まあ、お祭り騒ぎみたいのが多かったじゃないですか、やっぱり、まあ、インパクトのある。で今回まあそういう感じじゃない感じにしてみようかって、もともと7号が出したいっていうのはあったんですよ。なんかレインボーって言ってるからにはやっぱ7色で名乗りたいっていうのがあって、で子供がなんだかんだでメインの話になりそうだよとかいう話から、じゃあちょっと本当に後日談みたいな風にしようかってなっていったので、なんか最後を取るぞっていう感じもなかったんですけど、っていうなんかでも出来上がってみたら本当に集大成みたいになっちゃってっていうのもなんですけどなってて、まあ、どうなんだろう、皆さん喜んでくれたかしらっていうぐらいな感じですね。海外のファンが冬場そう海外の方と私だからね全然知らないって言ったら変ですけど、パワーレンジャーとかも、まあ、結局はそのパワーレンジャーを見てる方たちに会うことはないですし、全然何ですかね、こう身に染みて感じたことがなかったんですよ。でツイッターも離れちゃったので、今回なんかちょっとやってみようと思ってやって、でこういうところでつながりができて初めてなんかその英語とかでもやってくれるっていうのを知っ
でしかも結構反応してくれるので、もうすごいなって、実際今びっくりしてるところで、なんかあんまりだから外国のファンの方とか会ったことがないので、よろしくお願いしますっていう感じです。ありがとうございます。そう、英語全然わかんないんで。全然それはもちろん任せてください。ちょっとこの辺。やったー。ずっとカメラ回しっぱなし。We started. Are we still going? Yeah. Yes, we're still rolling. 女子が喜ぶ。Is that the vodka jelly? No. Okay. Vodka jelly. Look, she doesn't drink it. おいしい。かっこよかったですけど、ただ私はレッドレーサーが好きなんであって、別に京介が好きなわけじゃないので、そうなんですよ。レッドレーサーが京介の声で喋ってるレッドレーサーが好きなんです。で、私岸さんにはでもちょこちょこ会ったことがあるんですけど、岸さん自身に言われます。俺が好きなわけじゃないんだろって、レッドレーサーなんだろって言われて、まあまあって言ってたんですけど、この間のレミゼ見に行ったんですけど、あれはさすがにちょっとかっこいいと思いましたね、岸さん。はい、ゾンネットじゃないですか。そうですね、ゾンネット。そうです。でしかも私名字じゃない、あだ名がボンって呼ばれてるんですよ。で、横山さんに「お前は本当ボンネットちゃんやね」って言われて、ちょっと嬉しい。横山さんのレッドレーサー見れたんですよ、仮面ライダーの映画の時に。はい。それでお姫様抱っこしてもらって。贅沢です。はい、いやいいって言ったんですけど。あ、もうここが。そうしてくれて。素晴らしい。で帰ってきた列車戦隊特急ジャー夢の超特急7号の完成披露試写の舞台挨拶の時ですね。はい、本当にね、この絵の通りです。もうカオスでしたね。なんかぐちゃぐちゃして。そうなんですよ。その夜の回3回目だけ子供たちも揃って、実際揃うのが5人で揃うのが久しぶりだったので、本当に撮影が1月に終わってってなので、もうみんな興奮しちゃっておかしなことになっている時の絵ですね。難しいですね。結婚したいのはレッドレーサー様ですね。しかも白いタキシードの時のレッドレーサー様と結婚したいです。お兄ちゃんにしたいのは、私はアキバレットがお兄ちゃんです。アキバレット。お父さんにしたい。お父さんにしたいのは、お父さんにしたいのは誰だ？お父さんは難しいですね。お父さんは難しいです。シアンではないかな。お父さんにしたらドギー・クルーガーとかですかね。でも恋人でもいいな、ドギー・クルーガー。弟は私欲しくないです。弟はいらないです。妹ならメレちゃんとか欲しいです。あとはゴーオンイエローのサキちゃんとか欲しいです。好み結構はっきりしてる。はじめまして。何ですかね、すごいこんなに広いところで外国でも見ていただけることがすごいなと。ね、アホの子みたいな感想しか出ないですけど、本当に思います。これからも一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい。いや、そんなっぽくない。